こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。11月20日木曜日、時刻は昼の3時半を回りました。いやー、だいぶ寒くなってきましたね。11月も残りあとわずか。時間が経つのは本当にあっという間です。いつもと違う場所で動画を撮ってるんですけれども、やはりいいもんですね。ずっと同じ場所で撮り続けてると、なんだか同じアングルの同じ構図で撮ってしまうような、なんかそういう感じでちょっと少しずつ飽きてきたんですよね。なので今日は気分転換というか、ちょっとしたリフレッシュというのも含めて、今回は珍しく場所を変えて、今こうして撮影しています。ちょうどいい塩梅でね、カメラを置くことのできるベンチがありまして、でそこに一眼カメラを置いて撮影してるんですけども、なんていうんですかね、椅子の高さがちょうどいいっていうか、この場所で、しかもこの位置でだったら撮りやすいかなと思って、それでね、今回は試験運用というか実験も兼ねてこうして動画を回しています。いや、今日はめちゃめちゃいい天気ですよ。ちょっと今の画角だとあまりわからないかもしれませんが、今日はですね、もう雲一つない青空でして、で風もそんなに強くはないですし、撮影するにはうってつけの天気ではありますね。今回話す内容についてなんですが、壊れるまで使い続ける、この件について考えたいと思います。すべて僕個人の主観と見解に基づいて話す内容となりますので、すべての人々に当てはまるとは限りません。そういう考えもあるんだ、そういう意見もあるんだなっていうぐらいの気軽な気持ちで聞いていただけると幸いです。それではよろしくお願いします。一度買ったものは壊れるまで長く使い続けること。自分が一生懸命選んで一生懸命考えて選び抜いたものはできる限り長く使い続けること。何か新しいものを買う時ってめちゃめちゃ考えると思うんですよ。それが自分にとって最適なものなのか、今の自分にとって本当に必要なものなのか、そこら辺の事情は人それぞれですので一概には言えないんですけれども、僕の場合は今こうして使っているこの iPhone もそうですし、で動画撮影の際に使っているこの一眼カメラもそうですけれど、一生懸命考えて高いお金を出して勇気を振り絞って購入したものなんですが、結果的には大満足ですよ。それで考えて選び抜いたものは壊れるまで使い続ける。例えば携帯の場合ですと、最低でも4年か5年は使い続ける。もう一つカメラについては、一眼カメラに関しては使い始めてまだ1年半年ぐらいしか経っていないんで、どれぐらい長く持つのかはわからないんですけれども、それもできるだけ、3年とか5年、可能であれば10年近くは使い続けたいですね。今のこういうフルサイズの今ちょっとパトカーが鳴ってるんでちょっと待ってくださいね。誰か捕まったんかな。あれはなんかバイク1台止められてますね。なんですかね、信号無視なのか2段階右折を違反したのかわかんないけれど、それは別にいいとして、すいませんね、ちょっと話が途中変わってしまいました。で、どこまで話したんだっけ。一眼カメラについては基本的にソニーのカメラをいろいろ試してきたんですけれども、最初はソニーの ZV-E10 から始まって、その後は α6700 っていうカメラから始まっていろいろ試してきた中でα7-4 に乗り換えたわけなんですけれども、自分の撮影用途としてはフルサイズセンサーのカメラがしっくりくるというか、フルサイズが一番合ってるかなと思って、結果的には今の運用に落ち着いてるわけなんですけれども、結果的にはフルサイズセンサーのカメラで落ち着いたっていう感じですね。現状は満足してます。でレンズに関してはズームレンズ1本だけでやってるんですけども、あまりたくさんの交換レンズというか、例えば違う種類のズームレンズだったりオールドレンズや単焦点レンズとかいっぱいあると思うんですけれど、もうそういった類のものはそうですね、あまり買わないことにしていまして、
なんでかっていうと置く場所がないんですよ。保管するスペースがなくて、で維持するために必要な防湿庫っていう湿度を除去するための保管スペースみたいなのがあるんですけれど、それを買うのもまたお金かかりますし、買ったとしてもさっきも言ったように置く場所がないんで、もし必要となった際はレンタルか何かを利用してそれで対処するつもりです。なるべく最小限の機材および最小限の装備でどれだけ最大の価値を築き上げれるか、そこがすごい重要なんで、そんな感じですね。で2代目以降のカメラについては基本的に買わないことにしてます。これも先ほど話したように置く場所がないのと、重量が増えれば増えるほど身動きが取りづらくなる。特に僕の場合はこうやって外出先で撮影する以外に日本国内または海外を旅する時もあったりするんで、バックパックを背負って旅をするってなった際、たくさんの機材を一度に持ち歩けないんですよね。そういう旅をする都合もありますし、あとはそうですね、ミニマリズムの観点からしてたくさんの機材たくさんの持ち物を一度に抱え込むのはやはり運用上どうしても厳しいものがありますんで、そこら辺はね、そういう予算の都合とその重量、一度に持ち歩ける荷物の量も兼ねて現状はあまりたくさんの機材は持たないようにしています。概要欄にも書いてはあるんですけれども、今メインで使っているカメラがこのソニーの α7 IV と、あとはサブ機として DJI アクション4っていう小型のアクションカムを使っていまして、その小型のアクションカムに関してはこれまで撮影してきた動画の7割か8割ぐらい DJI のアクション4で撮影してるんですよね。これまでのニュージーランド縦断旅と北海道一周旅もそうですし、2週間前にやってた西日本ヒッチハイク旅でもそうなんですけれど、その当時撮影した動画っていうのはアクション4が多かったですね。そういう感じで、なるべく最小限の持ち物で、どれだけ長く撮影できるか、どれだけたくさんの写真と動画を撮れるかが非常に重要ではありますんでね、予算をできる限り少なくすること、支出を抑えつつ最大の価値を築き上げるっていうような、そういう思想のもとで、なんていうかミニマリズム的な考えのもとで今に至ります。一度買ったものはできる限り長く使い続けたいですし、1年に1回2年に1回の頻度で買い替えてはその都度すでにあるものを処分したり、またはそれをメルカリとか楽天フリマか何かで買い取る、それで売り払うっていうような手続きを取るのも、これが結構面倒くさいんですよね。僕すごい面倒くさがりでして、なんていうかその出品作業とか自分が売りたいものを撮影する時の写真の角度とかアングルとか、そういうものを考えたり、あとは概要欄にね、何月何日購入とか傷ありませんとか、そういう文章を書くのもめっちゃ面倒くさいんですよ。いや、あれはね、こまめにできる人じゃないと多分無理だと思いますね。そのこともあってメルカリで出品する時もそうですし、物によっては産業廃棄物か何かで別途費用を払ってそれで処分しないといけないものもあったりするんですよ。これについては家具家電もそうですし、それ以外に何かあったような気がするんですけれども、そういうこともあってね、そういう面倒くささが生じるわけなんですけれども、それだったらもう初めから長期的に運用することも兼ねて、短い日数短い期間の間で手放すようなことを避けることも含めて、やはり一度買ったものは人生を共にする、なんていうんですかね、人生を共にするパートナーみたいな、そういう感じのつもりで、そうやって使い続けることによって愛着が湧いてきますし、自分にとっての満足感や長く使い続けてよかった、一生懸命考えて選び抜いてこの製品を買ってよかったなっていうような、そういう感じでね、長く愛用し続けることができるわけですので、やはり何か新しいものを買うとき、それを長く使い続けられるほどの耐久性やその価値があるかどうか、ものを見極めることが非常に重要にはなってきますね。そういう感じで今考えていることをこうやって携帯に向けて、話をしているわけなんですけれども、しかしこうして外出先で、それも公園のど真ん中でこんな風に携帯片手に喋っている人は多分僕しかいないと思うんですけれど
まあ屋外で撮影するとなんていうかな、この光加減と空の青さもそうですし、今日はそんなに風が吹いていないんですけれども、たまに風が少し吹いている時は木の枝が揺れ動いたりとか、あとは多分こうして話してる間に聞こえるかもしれませんが、野鳥のさえずりとかそういう自然の環境音があった方がよりリアリティが増して臨場感が出てくると思うんですよね。そういうのも兼ねて僕はあえて普段こうして外で撮影するようにしています。天気が悪い時はさすがに無理ですけれど、今日は晴天日和ですので、これはもう外で撮影するしかないだろうと思い、今に至ります。ちょっと待ってください。今なんかヘリコプターがちょっとごめんなさい。今ヘリコプターの音が結構響いてるんですいません。ちょっとヘリコプターの音が結構響いていると思いますんで、もう少しだけお待ちください。一度買ったものをどれだけ長く使い続けるか、どんな目的で、どんな新しいものを購入するか、人によって優先順位や購入する時の目的っていうのは人それぞれですので、一概には言えないんですけれども、ただ自分の場合はあまりたくさんのものを持ち歩きたくはないですし、で今となっては物価が上がってインフレの影響でいろんなものが値上がってるじゃないですか。例えばこういうスマートフォンもそうですし、一眼カメラもそうですし、それ以外にあと食料品もそうですよね。白米とかめっちゃ高いじゃないですか。そういう感じでいろんなものが値上がってるわけですよ。そうなってくると1年に1回2年に1回の頻度で頻繁に買い替え続けていたりすると、当然支出が上がりますし、出費が増えていっては自分の今持っているお金っていうものがどんどん減っていきますし、当然貯金も減っていきますよね。でそうなれば、毎月ごとの1ヶ月ごとの費用のやりくり、1ヶ月ごとのお金のやりくりが大変になってくるかもしれないし、そういう意味では結構大変だと思うんですよね。もう一つパソコンに関しては、今僕はですね、アップルのM2 チップ搭載の MacBook Air を使ってるんですけれども、動画編集やブログを書く時も MacBook Air で編集作業をやってまして、 M2 チップが搭載されるようになったおかげで編集作業がものすごい楽になったんですよね。書き出し速度も申し分ないですし、編集作業におけるワークフローっていうんですかね、そのワークフローも以前使っていたものと比べてだいぶ早くなったんでね、購入してから3年ぐらい経つんですけれども、結果的には満足してますね。 MacBook 自体がどれくらい長く持つのか、もしくは耐用年数が何年ぐらい持つのかはちょっとわからないんですけれども、そうですね、だいたい5、6年、できれば8年か9年ぐらいは使い続けたいのが本音ではありますね。以前使っていた2015年モデルの MacBook Air は確か、実家に置いてあるんですよ。でそれについては実家の両親が、たまにパソコンを開いて、ニュースサイトを見るなり YouTube の動画を見るときの目的で、以前僕が使っていた2015年モデルの MacBook Air を今も使用してる、今も利用してるわけなんですが、動作自体は問題ないですし、いずれもブラウザー検索や動画を見る程度だったら型落ちのモデルでも問題なく使うことはできますんで、それでそれで多分大丈夫じゃないかなってなんとなくそう思います。そのこともあって一度買ったものはできる限り長く使い続けたいですし、その MacBook Air も含めてノートパソコン自体も万が一処分するとなった際、これが結構手間かかるんですよね。他にもう一つ話したいことが今思いついたんですけれども、こうして今使っているスマートフォンやカメラだけではなくて洋服に関しても共通することではあるんですが、僕は以前によく海外を旅していた時期がありまして、その時に使っていた大型のバックパックやカメラを収納する時に使うボディバッグとアウトドアシューズもそうですし、それ以外に旅をする上で、行動を共にするアウトドアウェアやまたはいろんな道具とか、いろんな道具であったりそういったものを含めて自分が一生懸命考えて選び抜いたものを常に持ち歩けるような状態にしておきたかったんですよ。でそれについてはその当時に
旅をする上で使ってきたバックパックというのは現在僕が住んでいる部屋の押し入れに入ってはいるんですが、それはね今後も国内旅行やまたは次回どこか別の国を旅するってなった際にまた新たに使い続ける予定です。でそのバックパックを使う時もなるべく極端に安いものを使うよりかはちゃんとしたアウトドアメーカーのものを使った方が安心感が半端ないんですよね。なんでかっていうと実際にこうやって背負っている時のもう背負い心地というか体に負担が少ないかどうか、そういうバックパックを選ぶ時やあとはマウンテンパーカーやレインウェアといった類のアウトドア仕様の上着や T シャツパンツ類を着る時もそうですけれど、これについてはねちゃんとしたメーカーのものを使った方がいいと思うんですよ。良質なものは裏切らないと言いますか、例えばバックパックに関してもそれなりに値段の張るバックパックを選んでおけば耐久性もしっかりしていて、で背負った時の肩や腰の負担も少なく済みますし長く持つんですよね。でどれだけ長く使っていても廃れることはなくガンガン使うことができるわけでして、これについては僕以外の方でも一度買ったバックパックをその後10年20年30年以上同じものを使い続けてるって人はもしかしたらいるかもしれません。それはそのバックパックの手入れもそうですし保管する時の環境次第ではあるんですけれども、基本的にそういうバックパックやあとはボディバッグもそうですしそんな短期間で、壊れることもあんまないと思うんですよね。その点もあって頻繁に買い替えるものではないですし、そういうのを考慮すればやはり一度買ったものは長く使い続ける方が一番いいと思うんですよね。そうすると出費を抑えることもできますし、で新たに何か新しいものを新たに違うものを買い替えるもしくは買い直すとなった際にまたどこかへ買い物に出かけないといけないし、その出かける時に生じる時間と選んでる時の手間や労力とかそういうものがね結構大変なんですよ。いろんなたくさんの種類があって、でその中から選ぶのもものすごいストレスでものすごい労力を要するわけですので、これはね結構しんどいんですよ。意思決定が鈍ってしまうのと選択肢がたくさんありすぎると人って物事を選ぶのがものすごい大変になってくるんですよ。もう途中から何もしなくなってしまいますし、そういう面ではねあえて選択肢を狭く絞りつつ本当に必要なものを選び抜くことが非常に重要にはなってきますね。最低限の自分が何を求めているのか自分にとっての必要なものの基準をしっかり持つことによって、何か新しいものを買う時の迷いが少なくなります。そうこれが一番言いたかったんですよね。さっきから何か話し忘れてることがないかなと思ってずっと考えていたんですけれども、少しだけすっきりしました。もうこれ全部アドリブで喋っているわけですので、どこかちょっとぎこちない部分があったり、何かまとまりのない部分もしくは言い忘れている部分が他にあるかもしれないけれど、これも人間の持つリアリティというかアンバランスさというか雑味っていうかそんな感じですねそれもいいんじゃないですか。不完全であるのが人間というもんですし、むしろそういう部分を交えた上で動画を撮り続けていった方がよりリアリティが増して、よりなんて言うんだろう、AI では描くことのできないようなリアルさを表現しやすいんじゃないかなってなんとなくそんな気がしますっていう感じですね。というわけで他に話したいこともないですし、そろそろ時間が迫ってきてはいますんで、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。